皆さんこんにちは。今週の株式相場は途中まで順調だったにもかかわらず、結局週末に崩れてしまい、長期金利は再び急上昇。なんだよと萎えている方も多いかもしれません。そんな時に今回のようなテーマ、機関投資家の需給といったような小手先の話をするなとお叱りを受けるかもしれませんが、ご覧いただいている皆さんは相場が崩れてもそうそう退場しないような方々という前提で、今月末のトピックス構成銘柄のウェイト変更、それに伴う個別銘柄の需給というのをご紹介したいと思います。また東証の市場区分変更、プライムやスタンダード、グロースといった新たな区分に伴って今トピックスにおいても銘柄の除外というのが小型株中心に一律に行われていますが、これまで四半期ごとに 10% ずつ一律削除されていた銘柄の中から救済された、すなわちトピックスに残ると判断された復活の43銘柄についてもご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。まず簡単にトピックスの月末売買についてスケジュールをおさらいしますと、1年間の中でトピックスの月末構成銘柄の見直しが行われるのは、実は毎月ちゃんと行われてはいるんですけれども、その中でも不動株比率を考慮した大きな見直しというのは四半期ごとに行われています。その四半期というのが1月、4月、7月、10月となっており、今回は10月ですので比較的大きなリバランス、改定率は実に 1.7% を超え、金額では3兆円の売買が発生する見込みとなっています。今回は個別の銘柄でどのような需給が発生するのか大きいものをご紹介しますが、前提として ETF、機関投資家、年金運用なども含めてトピックスを対象とする資産運用総額、世界で約90兆円と推計される前提で個別銘柄についても計算していきたいと思います。またテーマの2つ目でご紹介しました通り、東証の市場区分再編に伴う採用銘柄の見直しで、今回2023年の10月に大きな動きがありましたので、この対象となっている43銘柄についても需給を見ていきたいと思います。市場区分の再編に伴うトピックスの銘柄見直し、どのように行われているか、非常に長期間にわたるものですけれども、簡単におさらいしますと、これまで一昨年、去年と2段階トピックスの構成銘柄の要件、流通株式時価総額100億円以上かという基準で判定されており、それに満たない銘柄は段階的ウェイト低減銘柄として、先ほどご紹介した大きな入れ替え、四半期ごとに 10% ずつ輪切りで減らされていくという措置が取られています。そして今23年の10月、ここまで1年間4回、つまり 40% ほど除外銘柄については順次売却が行われていたんですけれども、再評価ということで、ここで救済措置が取られます。流通株式時価総額100億円以上、さらに年間の売買代金回転率 0.2 回転以上、流動性がある銘柄に関しては、構成銘柄として再び当初組み入れられていたウェイトの 10% ずつ戻し入れが行われていくという措置が取られます。また、時価総額が100億円あるけれども、回転率が 0.2 回転以上ない、流動性だけ問題がある銘柄については、ウェイトの引き下げは停止するけれども、戻し入れは行わないといった措置が取られますが、対象の銘柄はないようです。また、この救済措置の段階でも100億円以上ない銘柄に関しては、引き続き四半期ごとに 10% ずつ減らしていって、25年の1月に最後すべて売却が行われるトピックスから除外となるという予定になっています。指数リバランスの需給については、つい先日9月末に日経平均の入れ替えが3銘柄ずつ採用と除外でありましたけれども、その時の反省も踏まえて、指数イベントの発生時に特定の個別銘柄を買い集めなければならない、あるいは売りさばかなければならない証券会社、需給を見るにあたっては彼らの視点に立つことが重要です。特に買いのサイドで機関投資家、ETF や年金運用者が購入しなければいけない銘柄、非常にたくさんの株数を集めなければいけない場合というのは株価が上がりやすい傾向になってくるというわけですけれども、指数リバランスの実施日においては、機関投資家は証券会社から株券を調達するか、あるいはそれでも買い需要が旺盛な場合、一部の買い約定というのをマーケットをザラ場から約定することで調達することがあります。ただ証券会社が機関投資家の需要に応じて株券を調達しておくというのも、元を正せばマーケットから、あるいは別の証券会社や投資家から借りてくるというような手法となるとすると、結局は相場に対するインパクトがどこかで発生するというわけですけれども、証券会社が株券を調達する
このルートに関しては変更日でなくとも良い。大体の場合はですね、指数リバランスが発表された日、そこから変更実施日までに集めておけばいいわけです。ただ大きな指数イベントの需給が発生する個別銘柄に関しては、指数リバランスの発表から変更日にかけて、あるいはその前からですね、指数イベントによって発生する個別銘柄の需給の逼迫、これによって鞘取りを狙おうとするヘッジファンドが数多くいます。ご覧いただいているイメージ図の買い銘柄の場合は、彼らも変更の詳細発表日から実際の変更日にかけて上がってくるんではないかと思って先回りして株券を買っておく。そして大概の場合はですね、最後変更日に需要が大きく機関投資家から発生するタイミングで鞘取りを狙っているヘッジファンドは売却を行う。指数イベントによる鞘取りはもう十分だということですね。ですのでこのヘッジファンド側からの利益確定の売り圧力と純粋に指数イベントで買い集めなければいけない証券会社や機関投資家、この両者の勢いの差によって新規採用あるいは構成割合の増加がある銘柄とはいえ必ずしも上がるわけではないということです。ただ需給が逼迫しそうだなという一つの目安としてこれまで当チャンネルの動画でもたびたび用いていたのが平均の出来高に対する需要の株数、何日分の出来高に相当する買い需要が指数イベントによって発生するかというのを示した日数単位のデータですね。例えば指数イベントの変更で10万株需要がありそうだという銘柄、1日の平均出来高が1万株であれば10日分の需要になるということ。この数字が大きければ大きいほど株価の上昇インパクトが出やすいんではないかと、そういう前提です。確かにこのデータは個別銘柄の需給を見るにあたって重要なものではありますが、ご覧いただいたように絶対ではない。むしろ目をつけられやすいほど数字が大きければヘッジファンドもかなり介入してくるということで、思惑とは逆の方向に進んだりもします。例えば先月末の日経平均の入れ替え3銘柄、レーザーテックとメルカリ、ニトリホールディングスが採用となりましたけれども、ダントツで出来高日数が高かったのはニトリホールディングス。一方、レーザーテックは出来高の日数換算でわずか数日ということで、比較的買い集めやすいんではないかと考えられていました。しかし実際蓋を開けてみると、はるかに出来高日数が大きいニトリホールディングスと同様に、証券会社の立場からするとレーザーテックも買い集めにくかった。むしろニトリホールディングスは指数イベント前後から難聴な推移をたどっていますが、レーザーテックに関しては半導体銘柄という一因もありますが、指数イベント前から非常に堅調に推移しています。証券会社に聞くところによると、なぜ買い集めにくいかと言いますと、出来高の数字が非常に高い。皆様ご存知の通り、レーザーテックは日々激しい値動きを伴っている。ということは、平均の出来高で機関投資家からの買い需要を割り算すると、日数としては数字が小さくなりますが、指数の変更日からあまり前倒して買ってしまうと、変更日に機関投資家に売るまでの間、リスクを管理しなければいけない。つまり、ボラティリティの高い銘柄というのは、いくら出来高の日数換算で数字が小さいとはいえ、変更日からの前倒しでの買いが難しい。ほぼ変更日近辺に調達しておかないと証券会社のリスクになるということですね。言われてみれば当たり前のことというか、今までなぜその観点がなかったのか大いに反省するポイントではありますが、例えばニトリホールディングスのように通常の出来高日数換算が非常に高い銘柄というのは、発表日直後から変更日にかけては押しなべて買い圧力が高まる。ただしヘッジファンドから目をつけられやすいということで、変更日にかけてはポジションが解消されやすい。一方でレーザーテックに関しては逆に出来高換算するとあまり買い需要がなさそうに見えるんですが、変更日間近にしか調達しにくいということで、今回から新たにボラティリティの観点も含めて需給を見ていきたいというお話ですね。ということで前置き長くなってしまいましたけれども、まずは全体で今回の四半期リバランスに伴う大きな需給が発生しそうな銘柄、左から順番にトピックスにおける構成比率の順位、銘柄コードと銘柄名、業種、直近の株価、そして想定売買株数というのが ETF や年金などの機関投資家、世界全体で発生しそうな取引数量です。これをもとに金額と何日分の出来高に当たるか、そして一番右側は直近1ヶ月の年率ボラティリティを計算しています。そして取引金額の大きな銘柄、先に買いのサイドで上位20銘柄ご覧いただきますけれども、だいたい150億円を超える取引が発生する銘柄、ほとんどが大型株中心となっています。
構成比率の順位で上位から並べていますが、この中で非常に目につくのが、商社株のウェイトの増加。上から三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅と大手の商社株がいずれも買い需要となっている。買い需要になるということは、不動株比率が増えて構成割合が上がるということになりますので、この四半期の中で大株主トップ10位の固定株が減った。つまり非常に大口の買い手が少なくなったということです。商社株といえばバフェット氏をはじめ多くの海外投資家が買い入れを行ってきましたが、このあたりもうお腹いっぱいということで人気の限りが見えてきたという可能性も否めません。ただ月末に関しては不動株が増えたということで買い需要になるということです。また下から5番目のトヨタ自動食器。この銘柄に関しては出来高日数換算すると 4.6 日分他の銘柄よりも多めになっている上に株価のボラティリティが一番高いということで、月末近づいてくるにつれて非常に動きが大きくなる可能性を秘めた銘柄です。そしてトップ20の中では最も構成割合の低い銘柄ではありますが、取引金額が今回のリバランスで最も大きな銘柄となったのが一番下のゆうちょ銀行ですね。政府からの公募売り出しを踏まえてダントツで大きい買い需要となります。実際に公募が行われたタイミングから指数が買い入れるまでタイムラグがあるというのが株主からするともったいない話。公募のタイミングで指数も合わせて組み入れにしておけば買い需要が一致するので株価の乱高下を招かずに済むのに非効率な話ではあります。これが3000億円を超える買い需要、そして出来高日数換算すると23日とかなり大きな規模の買いとなります。続いて売りのサイドで取引金額の大きな銘柄をご覧いただきますと、こちら一番構成割合の大きい銘柄で約1100億円の売りとなる NTT ですけれども、こちら株式分割をした影響で株価が100円台とあまりに小さく、逆に月末の想定売買株数が6億5000万株ととんでもなく大きな数字になっています。この数字自体が大きくなってしまうことも証券会社にとっては足かせの一つとなるようです。それ以外に関しては自社株買いなど不動株比率が下がった銘柄はそれに応じた売り需要となりますが、一つ非常に目立つのが下から3番目の東芝ですね。こちら現時点では不動株比率の引き下げで1500億円近くの売却となっていますけれども、 TOB による上場廃止ということで整理銘柄入りすれば月末を待たずにトピックスからの除外、すべての株式を売却となる可能性があります。ただ TOB による上場廃止ですので株価への影響というのはほとんどない。むしろ下に出てしまうようであれば大きく買っておけば TOB ですのでリザヤを取ることができるかもしれません。その他売りの銘柄では特段注目になるような銘柄はそんなにないんですけれども、あえて申し上げると先ほどご紹介した新たな観点、ボラティリティというところも踏まえて、この中では相対的に高めになっている住友不動産 35.1% の年間変動率、これが出来高日数で 6.5 日分とご覧いただいた中では両方のデータでそれなりに大きな数字になっている銘柄かと思います。それでは今度は出来高日数換算の数字、これまでも当チャンネルでご紹介してきたような買い集めにくい銘柄というのをご覧いただきたいと思います。このデータの場合はですね、取引金額で縛りをつけていないので、大型小型関係なくトピックス全体でランキング銘柄がピックアップされますけれども、トップ10をご覧いただきますと、一番大きいのはゆうちょ銀行。約23日分の買い需要。それに続くのは上から4番目のイオン北海道。約20日の買い需要ですけれども、ボラティリティはそんなに高くないということで、変更日、当日を狙っていくというよりも前倒して買い集めやすい銘柄かもしれません。また、ゆうちょ銀行以外は取引金額自体はほとんど出てこない銘柄、小型株がリストアップされています。小型株ということはトピックス連動のファンドであっても、必ずしも投資しているような銘柄ではない可能性がありますので、その点は想定している売買株数よりも需要が小さくなる可能性があるということで注意が必要です。今度は売りサイドの出来高日数換算数字が大きいものをご覧いただきますと、一番上が東芝、そして3番目に三栄建築設計と入っていますけれども、この2銘柄に関しては TOB がかかっていて月末を待たずに売却となる可能性があります。それ以外の銘柄に関しては出来高換算で10日20日分と非常に売り需要が大きくなりそうではありますが、一番左の構成割合順位をご覧いただきますと、1900位を超える銘柄がほとんどということで、かなり小型株の部類の銘柄たちですね。
万が一持っている方いらっしゃいましたら、月末の売り需要にはご注意いただければと思います。それでは今度は2番目のテーマ、冒頭でご紹介したトピックス除外銘柄ということで 10% ずつ輪切りでこれまで売却されてきたにもかかわらず、今月の見直しで救済措置が取られた除外取り消しということで再び 10% ずつ組入れが予定されている43銘柄がこちらですけれども、今回のリバランスでどれくらいのインパクトが発生するのかというのをご覧いただきたいと思います。こちらリストについては東京証券取引所のこちらのリンクから取得することができますので、端的に言えばですね、こちらの銘柄たちも非常に小型株の部類ではあるんですけれども、救済措置が取られた最も大きな銘柄で1100番台の名村造船所。これで 10% の買い戻し約12億円。それ以下の銘柄に関しては1桁億円の買い戻し需要となります。そしてご覧いただいている中で上から3番目の高彩堂ホールディングス、そして6番目の住関ホールディングスという銘柄、この2つは復活にもかかわらず売り需要となっています。43銘柄中この2銘柄だけは復活の 10% を超える不動株比率の低下があったということですね。とはいえ、高彩堂ホールディングスに関してはほぼプラマイゼロということで、住関ホールディングスだけがやたらと買い入れている大株主がこの四半期でいたということですね。個別株の買い方については株価操縦に当たらない範囲であれば基本的に自由に買えばいいと思いますが、影響力の大きなインフルエンサーともなると、こういった小型株一つ買うにあたっても他の投資家に影響が出ないように、こういったところにも悪影響が出てきますので気をつけていただきたいものですね。それ以外の銘柄に関しては不動株比率の変更と復活分の 10% で影響度合いというのはまちまちですけれども、総じて申し上げたように取引金額は数億円、そして出来高日数換算した日にちに関しては0日台から約10日に至るまで各銘柄でインパクトが割れる結果、そしてボラティリティに関してはやはり小型株ということで相対的に高い銘柄というのが散見されるという状況です。こちらの表で43銘柄すべてご覧いただいてもよろしいかと思いますが、この中からインパクト大きそうなものをピックアップしますと、まず出来高日数換算した数字が大きいもの、上位15銘柄をピックアップしますと、こちらご覧いただいている中で目立つのは4番目のソーダ日課、想定売買株数は70万株を超える他の銘柄よりも大きな数字、取引金額も8億円と相対的に高くなっており、出来高日数換算は 8.3 日分。日数換算した数字が大きい銘柄の中で、ボラテリティは最も高い 37% と、トピックスの復活関連の銘柄で狙いを定めるとしたら、個人的にはソーダ日課がダントツで注目に値する銘柄かと思います。その他にはスバル工業が日数換算 7.7 日と高め、また一番大きいのはリックスですね、 8.7 日分、そして一番下富士ダイスが 8.6 日分と買い需要を日数換算した時に大きな数字となっています。またボラティリティが高いという意味でそこだけピックアップして復活組をご覧いただきますと、こちら一番ボラティリティが高いのは先ほど申し上げた住関ホールディングスですけれども、こちらは売りサイドですので、どうでもいいというかして株に巻き込まれてもめんどくさいので放っておいて、下から4番目山陽商会が 80% のボラティリティ、一番上名村造船所も 60% を超えるボラティリティということで、それ以外の銘柄に関しては 40% 台ですけれども、このあたりの銘柄はもしかしたら証券会社からすると月末キワキワになってこないと集めにくい銘柄たちかもしれません。ということでここまでトピックスの月末変更、そしてイレギュラーな除外銘柄復活組というのをご覧いただきました。非常に今回たくさんのリストをご覧いただきましたので、最後簡単にまとめていきますと、通常のトピックスリバランスという面から売買需要を見たときに買いの注目となるのが、今回商社株が大きいところで不動株比率の上昇が見られること、そしてトヨタ自動食器、ゆうちょ銀行、さらには全体感としてイオン北海道が相対的にリストアップされていました。逆に売り注目は NTT が分割の影響で莫大な株数となっている。そして東芝は月末まで待たないかもしれませんが、金額にしてかなり大きな売り需要となります。そしてイレギュラーなイベント、復活組の需給に関しては買いの注目でソーダ日課、出来高の日数換算インパクトが最も大きく、ボラティリティも高めの銘柄となっています。その他にはスバル工業、リックス、富士ダイスといったところが大きなインパクトになりそう。逆に売り注目としては、あえて株価インパクトを与えて人様に迷惑をかけてでも買い集めを行っているインフルエンサー系投資家がいるというような噂が
あくまで噂ベースでそんなことが話題になっている住石ホールディングス復活組ほぼ唯一の売り需要ということで、こちら月末、さらには来月初にかけて株価の動き、あるいは出来高の推移を注目していただいて、さや取りをされる方は参考にしていただければと思います。少しでも面白い発見があったという方は、高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。